こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は育成就労制度についてのトピックスをご紹介をしていきたいと思います。以前動画でもご紹介をしておりますけれど、技能実習制度の発展的廃止解消、そして育成就労制度のスタートという形で今、制度構築に動いている状況ではあります。2027年4月から育成就労制度スタートの予定となっておりますが、今現状育成就労制度に関してどういった状況なのかについてご紹介をしていきたいと思います。今現状ですね、有識者会議の中で行われているのは、どの分野を追加をしていくのか、確定をしていくのか、また、確定をしている分野の中でもさらに業務区分を追加をするのか、業務を追加するのか、そしてそれに伴う評価試験はどうするのか、そういったところが、取りまとめられて、議論されていて、2025年の12月までに、分野が確定をするという流れになっております。まずは今回の概要ですけれど、育成就労制度のスケジュールについてまずは見ていった上で、技能実習制度から育成就労制度に変わるわけですけれど、この技能実習と育成就労との違いを見ていきたいと思います。そしてこの育成就労制度は、特定技能制度の人材を育成するための制度というのがまず目的の一つとなっておりますので、特定技能制度も切っては切れない関係という形になっております。従いましてですね、育成就労制度と特定技能制度の分野、できる限り整合性を持たせるという形で今議論が進められている中で、育成就労制度において新たに受け入れ分野が追加をされているものがありますので、そちらのご紹介をしていく。そして特定技能制度になりますけれど、2025年4月から運用要領が変わっておりまして、少し運用が変わっている内容をご紹介をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは育成就労制度についてですけど、運用のスタートは今現状2027年4月から改正法施行で動いております。では今何をやっているのかと言いますと、2025年に関しては有識者会議の中で受け入れ分野はどうするのか、そして要件についての見直し、分野ごとの業務内容だとか、そういったところをですね、今検討をしているといった状況で、2025年の12月までに分野別の運用方針が決定をするということになっております。そして多分ですけれど、2026年4月から育成就労に関する各種許認可等の受付というのを進めるために、年明けからそういった許可要件等の検討が行われるのではないかと思っております。そして技能実習制度と育成就労制度ですけれど、技能実習と育成就労制度、何が違うのかというところですけれど、まず大きく違うのはですね、技能実習制度というのは人材を育成をして国際貢献という大義名分があった。ただこの国際貢献というのがかなり有名無実化をしていたといった、実際はそうではないような運用がされているといったところが問題視とされていた中で、育成就労制度というのが今回新たに作られて、人材育成と人材確保という形での目的に変わります。この人材育成に関しては、特定技能人材を育成するためのこの制度というのが育成就労制度という形になっておりまして、その期間、在留期間に関しましては、技能実習制度に関しては最大5年でしたけれど、育成就労制度に関しては原則3年という形になります。技能実習でいくと1号2号を合わせたような感じではないでしょうか。そして大きく違うのが、そして受け入れ企業側で非常にナーバスになっているのが転籍の問題ということで、技能実習に関しては原則として転籍は認められないという形になっておりましたけれど、こちらはですね、育成就労制度に関しては、原則1年から2年経過で要件を満たした場合には転籍は可能という形になっておりますが、この転籍に関してましても、ハローワークを通してという形になってきて、余計なことができないような形でかなり縛りが出てくる。また、
前職要件、技能実習というのは、前職要件が基本的には求められているんですが、育成就労制度に関しては前職要件はないという形になりますので、日本で働きたいという仕事、こちらが育成就労分野の対象分野であれば、前職経験はなく就労が可能という形になってくるので、非常に門戸が開かれた形にはなるのかなというふうに思っております。そしてですね、育成就労制度に関しましては、特定技能に移るためには、試験の合格が必要という形になっておりますが、特定技能制度の移行に関して、今現状技能実習は同一職種の場合は試験は免除という形、免除というか一応受けるんですけれど合格をしなくてもいいという形にはなっているという形になっております。こういった形で技能実習と育成就労制度、違いはありますけれど、今後スタートをする予定の育成就労制度ですけれど、今現状新たに、受け入れ分野というのが追加で検討をされております。基本的には特定技能は人手不足産業という前提がありますので、そこを受けての育成就労制度という形になる。そして人材不足といったところで有効求人倍率が高いところ、そして団体からの申し込み検討要請があったところに関しては、受け入れ分野として追加検討するという形になっております。今現状上がっているのは理念サプライ、物流倉庫、資源循環の分野になっておりまして、理念サプライに関しましては理念ですね、そういったところの契約先への貸し出し、使用済み理念類の回収、選択の仕上げ、納品業務を行うという形で、この業種に関しては有効求人倍率が 4.3 で非常に高いということで検討がされております。また、物流倉庫に関しましては、有効求人倍率 1.92 ということですが、倉庫業者、貨物自動車運送事業、荷主さん、そういったところの倉庫における物品の搬入搬出仕分けといったところの作業を行うというのも今検討になっております。そして3つ目としては資源循環として有効求人倍率 3.06 となっておりますが、いわゆるですね、産廃業者さんになりますけれど、産業廃棄物処理施設における廃棄物の処理に従事する業務ということで、こちらの分野もですね、育成就労制度に追加をするかどうかの検討が今進められているという形になっております。そして、その他、既存の分野であってもですね、業務区分の追加ですとか、業務の追加というのも非常に多く今検討がされている状況ではあります。そして、育成就労制度、特定技能制度では義務になっておりますけれど、育成就労制度においても今後義務化されますけれど、協議会への参加ですね、こちらも必須になってきております。この協議会の参加ですけれど、非常に審査が厳しかったり、基準が各分野別で違ったり、受け入れ機関もそうですし、登録支援機関も登録しなければいけなかったり、費用が発生したりしなかったりという形になりますので、ご自身で今後受け入れをしたい外国人の育成就労分野、特定技能分野の協議会の内容は事前に確認をしておいた方が良いかと思います。そして、今現状走っております特定技能制度ですけれど、こちら、令和7年、2025年に運用要領が変わり、改正されまして、新しいルールで運用がされております。大きく変わる部分に関して簡単にピックアップしてみましたけれど、まずは随時書類ですね。こちら受け入れ困難ですとか、計画実施困難とか、特異事案報告に関しまして、追加や新設がされております。そして登録支援機関さん、そして受け入れ機関さんで大きいのが定期届でに関してですけど、今までは四半期に1回提出しておりましたが、今後はですね、1年に1回になるという形で、かなり負担が減るのかなというふうに思っております。ただ一方ですね、特定技能を初めて受け入れる場合の在留資格の認定証明書等の申請書類、こちらですね、初めての会社に関しては書類が追加をされておりまして、非常に多く追加されて、また取得も大変という形になっておりますので、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、必要書類の方をもう一度確認をしてほしいと思います。また、特定技能制度におきましては、定期面談というのを実施、義務付けされておりまして、原則3ヶ月に1回対面でとなっておりました。一時期はコロナ禍にあったので、オンラインでもとありましたけれど、コロナが収束をして対面に戻りましたが、またですね、オンラインでも可能という形になっております。ただしですね、オンラインの場合は本人の同意が必要になりますので、注意が必要です。
また、外国人の送迎に関する車両ですけれど、こちらですね、いろいろ、受け入れ機関登録の車でなければいけない、二種免許がなければいけないといった細かなルール等はあったんですけど、この辺のルールが少し変わっておりますので、確認をしてほしいと思います。そして最後に注意点とまとめです。やはりですね、初めて外国人を受け入れる会社で問題になるのが、外国人の技能レベルというところになってくると思います。この育成就労制度ですね、どういった外国人がレベルで受け入れるのかと言いますと、育成就労の開始時までに日本語能力に関しては A の1、もしくは JLPT でいくと N の5といった形の試験の合格、もしくはそれ相当という形なので、必ずしも試験に受かっている必要はないという形になっております。そして、就労開始1年経過で、日本語能力としては A の2、もしくは N の4まで行っていただいて、特定技能に移行するときには A の2、そして N の4までという形になりますので、N の4になりますと、それほど大した会話はできないのかなというふうに思いますけれど、こういった形で日本語能力の基準も設けられております。今後はですね、外国人の賃金引き上げに関して業界が手を取り合って賃金引き上げというのに助力をしている状況ではあります。今後外国人の賃金というのもどんどん上がってくるかと思います。外国の人材ですね、転籍も可能になってきますので、選ばれる国、選ばれる会社になるべくですね、労働環境づくり、ダイバーシティ経営が必要になってくるかと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。